日本海軍において船の名は単なる呼称ではなく、その存在に込められた精神と象徴を示すものであった。明治時代、軍艦に人物の名を冠することは避けられ、もしその船が沈没した場合、名を借りた人物の名誉を損なう、そうした配慮が根底にあり、明治天皇の意向によって避けられた。また、都市の名を船に用いることも忌避された。戦いで失われた際、その名を持つ地域に不吉の念を及ぼすことを恐れたためであった。こうした思想のもと、明治38年、日露戦争の翌年にあたる1905年、日本海軍は艦艇の命名規則を正式に定めた。戦艦には旧国名を、一等巡洋艦には山岳の名を、二等巡洋艦には河川の名を、そして駆逐艦には気象や植物の名を与えることとされた。やがて航空母艦が登場すると、その名には飛翔する随鳥の生き物が選ばれるようになった。随鳥とは吉兆を意味するめでたい象徴であり、鶴や竜、鳳凰などがその代表であった。しかし空母赤城、加賀、そして信濃はその例外であった。これらは本来戦艦、あるいは巡洋戦艦として設計された船であり、命名規則に従って旧国名や山の名がそのまま受け継がれた。大和、日本そのものを象徴する名、そして信濃、山々に囲まれ豊かな水と静謐な自然に恵まれたその地の名は、堅実で揺るぎない大地を象徴していた。空母信濃に乗艦した者たちは、その名が国の名であることをよく知っていた。彼らにとって信濃という響きは、大和の国を支える静かな強さ、そして己が守るべき故郷の象徴でもあった。信濃と命名されたんだと。それは私はもう、進水式の時聞いてるわけだからね。船の前の方に我々並んで、110号艦を信濃と命名するっていうのを聞こえていたわけですから、それはもう、とにかく国名だっていうのは知ってましたね。武蔵、大和、信濃って国名だ、昔の国名だっていうのは聞いてましたので。同期だったと思うんですが、そんなこと言ってた思いはしますね。ごちゃごちゃと。なんか、そういえば、信濃の国のなんとかかんとかって歌があったような記憶してましたね。名前は。もう、武蔵は沈んでるんですよ。信濃のかなり前に。で、大和を見たのは、常に開港しますね。横須賀から。我々は呉に向かって、そこで初めて大和号、第一艦隊が、旗艦だったね、大和号。そう。第一艦隊だから、信濃を待っていたの。でね、戦艦は大和、小さいけども春名、あと、巡洋艦もいっぱいいましたね。駆逐艦も500いたんですね。信濃を護衛していた駆逐艦3隻いるんですが、風クラス、雪風、月風、浜風。で、風クラスで、確かあれですね、雪風だったな。雪風かなんかが、信濃の沈没する時をよくそこから見ててくれて証言してますね。
そう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 。第一艦隊ですから。航空艦を回っていたんですよ。うん。もうそんだけ武蔵はいなかったですけど、もうレートで沈んでまして。そうなんですよ。長門は古い船ですから、岩木の煙、つまり石炭ので走っていたんだから、速力もあまり出なかったんじゃないでしょうかね。それが、もう、どこでやられたのかわからないんですが、やたらめたらとやられて、翌日帰ってきた。で、護衛の駆逐艦3隻がついてきたっていう感じですね。全然桁が違います。なぜかというと、私たちが呉駅行ったんです。その時、さっき言ったけど、大和と戦艦春名が待っていた。春名も結構ね、有名な、戦艦なんです。全然、巡洋艦かと思えるぐらいの大きさだったんです。大和がでかかったんですよ。でかかったですね。猛烈でかかった。しかも、そびえ立ったですからね、積み木みたいに。これはでかかったですよ。とにかく、呉の港ですもの。だから、東京湾と違って、呉の港ですから、狭いですよ。そこへ敗山兵が駆逐艦で入りましたんでね。駆逐艦がそばを通って、その前に我々兵員室でもうぐったりしていたんです。で、朝来て、誰に言ったのか、放送だったのかよくわからないんですが、呉へ入港したということで、艦砲に出ろという。で、我々敗山兵がボロボロの服を着て艦砲に上がったら、その大和がいたんです。で、なぜ大和だったのが分かったかっていう、とにかくでかさ。でかさで、すぐや、だから、通信の監視官が大和がいた。すぐ言ったのね、大和がいた。これはでかかったですね。そして、やっぱり、古参の監視官は、やっぱり船のことについても詳しいや。春なと書いているわけじゃないですからね。書いている地区もあるんですよ、横に。だけど、戦争になってから特に書くのは、昔は書いてたんですね。横の腹に、ひらがなで。だけど、監視官が春名だ。あれ春名だ。巡洋艦もなぜか大湯とかなんかいたんですね。だけど、巡洋艦と春名を比べるとあまり大差ない。だけど、大和と比べたら全然違うんですね。よくとここへ入ってきて止まってるなって感じだった。でかくて。シナリオが静まなんて言ったら、それと匹敵するの。匹敵するぐらい大きいやつがね、入っていたと思うんですよ。しかも、甲板がコンクリートのやつが、コンクリートの甲板のやつが、やたらとコンクリートでかかったからね。あれが入ったら、大和の連中もびっくりしたんじゃないでしょうか。戦艦はやっぱり環境のね、でかさで身につくけど、航空母艦は甲板の広さですから、これやたらと目につく。平らなやつだもの。平らなやつが入ってくるわけです。しかもでかいやつが。これはもうみんな目についたと思いますよ。とにかく戦艦とか、ね、やたらと上にあるわけ。甲板にまず大砲があるでしょう。大和の中あんなの前の方に6のもあるんですか、あんなでかいの。そしてすぐ後ろがこうでしょう。で煙突があって、後ろにもまたあるわけですからね。だからそういう点では平らな上に行くわけだから、平らな
待ったられず、なんだと思うぐらいのやつが行くわけですよね。なんか、大和でもの船員もびっくりしたんで、入っていけばびっくりしたんじゃないでしょうかね。それはもう、東京湾でこの写真を撮った人はやっぱり驚いたんじゃないでしょうか。で、まず驚いてシャッターを切ったっていうことなんだけど。まあ、とにかく耐えられたですからね。この写真で見られれば分かるように、何もないんだもん、上に。環境がひょっとついてる。それだって環境と言えるかどうか、すぐに知るのがインドですからね。まず一つはね、軍艦は戦艦に限るんですよ。戦艦に。こういうね、あれ見て、大砲2段になってますね。あれ見たら、やっぱり、海軍っていう、ね、戦う船っていう、まさに戦う船ですよ。これで、戦艦は、この間にいっぱい機関銃であるとか小さな大砲ついてるわけですからね。そのためにこうなってるわけだから。だからああいうの見たら、やっぱり船に乗ってみたいと思うんじゃないでしょうか。もう。いや、それは最初だったら乗ったんですよ。文句なしに。もう全然。まず有名だもん。もう、武蔵と大和ってのは、私たちが通信学校にいる時から知ってました、名前は。名前は知ってましたからね。だから、それはもう乗りってやったらもうおびばりで、みんなにざまみろって言いたいがない。それはそうでしたね。だけど、乗ってりゃ死んでたよね。乗ってりゃ死んでたもんですよ。横須賀を出るときは高ぶってましたね。もう行くんだ。続いて、どんどんと。次に、来撃だって言いましたね。